じゃあどうぞ。はい、いただきます。こんにちは。こんにちは。どうぞ。はい、失礼します。はい、おしぼり失礼します。ありがとうございます。
こちら本日のメニューになります。はい、おにぎりと味噌汁、漬物。はい。いいですね。美味しいのを握らせてもらいます。ありがとうございます。お願いします。お飲み物どうしましょう。今日は緑茶でお願いします。わかりました。こちら緑茶になります。ありがとうございます。今日はご飯の方はこちらで炊いていきたいと思います。滋賀の信楽焼を使った雲井釜というのを使います。すごい分厚いやつでご飯がふっくら炊けるのでおにぎりには最適です。お米にしっかり水を吸わせるためにこのまま15分吸水させます。今から佃煮を作るので昆布を刻んでいきます。それでは佃煮の方を作っていきます。これだしで使ったカツオと昆布を先に入れてしまいます。で火にかけていきます。でこれカツオと昆布を少し乾かします。この後だしというか調味料を入れるので、それが染み込みやすくするために。そういう意味があるんですね。そうです。そうすると中にしっかり味が染み込んで美味しくなります。ここでは油を引かずにやっていきます。油を引いてしまうと油で調味料が中に染み込んでいかないので。そういう意味があるんですね。そうです。あくまでこの中に調味料を染み込ませるために乾かすイメージです。そう、カツオがふわってしてきましたね。そうですね。これが合図で、さっきだしを吸ってた分がだいぶ乾いてきたので、ふわっとしてきたら調味料を入れていきます。これお酒です。で、みりん。で、砂糖と醤油入れます。すごいいい匂いしてきましたね。ね。美味しそう。これで混ぜながらまた水分を少し飛ばしていきます。完全に飛ばしてしまうと味が濃くなりすぎてしまうので、ある程度水分は残します。ただ保存をする場合、長く保存する場合は結構水分を飛ばした方が保存が効きやすいです。美味しくできたんで盛り付けしていきます。これで完成です。美味しそう。本当に出し取った後のものになるんですけど、しっかり昆布とカツオの味も伝わると思います。楽しみです。今からご飯を炊いていきます。ここから、だいたい20分から25分かかるんですけど、沸騰してきたらここからすごいボコボコって泡が立っていきます。今から味噌汁の方を作っていきます。具の方なんですけど、豆腐とわかめでいきます。でわかめの方は今が旬なんで、新わかめも生えたてのものを先ほど湯がいてやったものを使っていこうと思います。歯ごたえがすごいので楽しんでみてください。すごい楽しみです。豆腐の方も絹ごしと木綿があるんですけど、今回は木綿豆腐を使ってます。
やっぱり煮ると柔らかくて崩れやすくなってしまうので、歯ごたえがある木綿豆腐を使います。じゃあ作っていきますね。お願いします。味噌汁のお出汁なんですけど、かつおと昆布で事前に取ったものを使います。でその中に今日は麹味噌を使います。じゃあわかめを切っていきます。新鮮なんで歯ごたえがいいので、ちょっといつもより分厚めに切っていきます。すごい音いいですね。これはもう芯の部分でシャキシャキ言ってる。色も綺麗ですね。そうなんですよ。最初はね、暗いんです。黒っぽい感じなんですけど、これを一度湯通しすると鮮やかな緑色になります。で新鮮なんでこの色なんですけど、これが新鮮が悪くなってきたらまた茶色くなってしまいます。そうなんですね。豆腐を切っていきます。もうお好みのサイズで切っていって構いません。もし家でするときは。グツグツしてきたんで火を弱めていきます。もう蓄熱がこの土鍋すごいんで、もうこの蓋から周りからもう全部熱が均等に伝わります。それがお米にいって美味しいふっくらとしたお米が炊けます。でここからとろ火にしてあと6分待ちます。でその後蒸して15分です。もう少々お待ちください。で沸騰してきたんで火を弱くします。で今日使う味噌が麹味噌になるので、麹が入ってます。麹は菌なんですけど熱に弱いです。なんで沸騰している中に入れてしまうとこの菌が死んでしまうので、ぬるくなってから入れます。でだいたい入れて80度ぐらいまでやったら菌が切れるので、その状態で味噌を溶かしていきます。で味噌汁をよく沸騰させてはいけないっていうのはそのためです。そういうことだったんですね。やっぱり生きた菌をそのまま体に入れてほしいっていうので沸騰させたらあかんっていうのがあります。知らなかった。でこういう古式で使うと、この麹のカスが取れるので、より飲んだ時にすっきりとした味噌汁になります。ちょっとした手間で。このまま少しお待ちください。漬物の方も仕込んでおいたのでこれを切っていきます。今日はきゅうりと大根の浅漬けになります。いいですね。できゅうりが2種類用意しています。こちらが蛇腹きゅうりで、こちらが一本漬けになるんですけど、ここを切ることで味が染み込みやすくしています。なるほど。と大根です。最後にちょっとだけごまを振ります。いいですね。これがまたいい風味になります。それでは炊き上がったんで開けていきます。すごい湯気がいい感じ。ふっくらと炊けてます。美味しそうですね。じゃあ握っていきます。最初にちょっとさっくりと混ぜておきます。ツヤツヤしてる。でシンプルに塩結びでやっていきます。濡らしてから塩を手になじませます。ちょうどいい塩梅になります。じゃあいきます。
熱々ですよね。形を整えて三角にしていきます。形を整えるイメージで絶対ギュッとしないっていう。あ、柔らかく。もう一つ作ります。はい。三角にしていきます。三角にして、で出てきた分をちょっと押さえてでいきます。で、綺麗な三角を作ってから海苔を巻いて。美味しそう。完成です。ありがとうございます。それではお味噌汁も入れていきます。はい。じゃあどうぞ。はい、いただきます。じゃあお味噌汁からいただきます。わあ、美味しそう。うわあ、美味しい。ありがとうございます。ちょっと本物いただきます。すごいわかめ歯ごたえがありますね。そうですね。茎の部分が残るので、それが歯ごたえがすごい食感になります。はい、美味しいです。次おにぎりいただこうと思うんですけど、手で食べても大丈夫ですか？大丈夫です。海苔の部分を触ってもらったら手にお米がつきにくいと思うので。あ、そうなんですね。はい。じゃあいただいてみます。はい、どうぞ。すごく塩加減がいい塩梅で、お米がすごい甘く感じます。そうですね。もうこのお釜のおかげっていうのもありますし、昆布も入れたので旨味もありますし、でそれがさっきの塩の塩梅でより引き立つっていうことになります。すごい美味しいです。よかったです。では次は浅漬けいただきます。はい、いい感じに使ってると思います。あ、早速。蛇腹の方いただきます。はい。ちょっとお酢の感じもあってすごく美味しいです。そうですね。もうさっぱり食べれるようになってます。じゃあ次大根いただきます。どうぞ。すごいごまの風味がガッときましたしかも大根がすごい歯ごたえがシャキシャキしてて美味しいです。その大根がこの時期やっぱり甘いので、そのまま浅く使って美味しくなってると思います。はい。じゃあ次は佃煮いただきます。どうぞ。味加減が絶妙ですごい美味しいです。よかったです。ありがとうございます。今日もとっても美味しかったです。よかったです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。またお願いします。ごちそうさまです。